アクションゲーム制作、敵 AI、移動編。今回の動画では、敵キャラ AI の基礎をフル実装していきます。アクションゲームの敵 AI の土台となる部分なので、しっかり押さえていきましょう。さて、今回から解説の声も変更しました。より落ち着いたトーンで聞き取りやすく、プロフェッショナルな解説を目指しますので、よろしくお願いします。まずは敵が歩ける地面を作るためにここ以下にメッシュがある状態にしてください。コンポーネントを追加、ナビメッシュサーフェイスを選択します。ジェネレートリンクスをオンにします。カレントオブジェクトヒエラルキーを選択します。ビルドファイトメッシュをオンにします。メイクボタンでナビメッシュを焼きます。青いメッシュが表示されれば成功です。オーカブルノットオーカブルを使ってマップ上のどの部分が敵の立ち入り禁止エリアなのかを明確に分けられることを説明しましょう。敵とプレイヤーの衝突判定や AI のバグを減らすためのマップ設定の基本だと強調します。ジェネレートリンクスとオフメッシュリンク、段差、落下、ジャンプなど歩くだけでは移動できない場所をつなぐのがオフメッシュリンクです。コレクトオブジェクト2、負荷軽減対策、オールやコレクトオブジェクトヒエラルキーを使うとナビメッシュを生成するオブジェクトを絞り込めます。不必要なオブジェクトを含めるとナビメッシュのベイクに時間がかかり、ビルド時間とメモリ負荷が増えます。敵キャラに移動機能をつけます。コンポーネントを追加。ナビメッシュエージェントを選択します。これで歩く力と目的地に向かう能力がつきます。トゲスライムにナビメッシュエージェントをつけます。スピード、アンギュラースピード、アクセルレーション、この3つを連動させて調整することで敵キャラのアニメーション、動き、重さや個性が出ます。この調整がプロの腕の見せ所です。ストッピングディスタンス、オートブレーキング、敵がプレイヤーの真上でカクカクと待ってしまうという問題を解決するのがこの2つです。特にオートブレーキング、自動ブレーキは敵を滑らかに停止させます。ラディウス、ハイト。ラディウス、エージェントの半径。ハイト、エージェントの高さは前のセクションで解説したナビメッシュサーフェイスのエージェント、ラディウス、エージェント、ハイトと密接に関連しています。ナビメッシュエージェントと範囲設定を外から設定できるようにします。ランダムで移動位置を取得します。移動位置を設定します。経路計算を待ちます。プレイヤーが範囲内に入っているか、タイマーでも切り替わるようにします。移動位置に近づいたか、プレイヤー範囲外なら検索へ、プレイヤー範囲内なら追跡へ。プレイヤーを追跡するようにします。見失う範囲外に入ると解除します。
モーションの設定を行います。ナビメッシュエージェントの参照を取得します。トゲスライムも設定します。このままだと範囲がわからないため、こちらのコメントを解除します。こちらで範囲が見えるようになります。発見距離を調整してみます。見失う距離を調整してみます。探索移動の半径を調整してみます。今回は敵 AI の基本となる移動、探索、追跡の流れを作りました。次回は攻撃などより実践的な AI に進化させていきます。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で。